いつもご視聴いただき、誠にありがとうございます。釣りって学べるです。いよいよ夏が来ましたね。梅雨明けが発表された地域も出てきました。ジメジメした季節が終わり、カラッと晴れた青空と眩しい日差しが戻ってきました。でも、釣り人の目線で言うと、梅雨明けってただの天気の話じゃないんです。実は、アオリイカ釣り。そう、エギングにとってこの梅雨明けは絶好のチャンスなんです。なぜかというと、梅雨の時期に生まれた新子がちょうどこの頃から活発に動き始め、浅場に姿を見せてくれるからです。釣れないと思っていた夏にも思いがけない爆釣の瞬間が待っているかもしれません。今回はそんな夏エギングについて学べる内容をお届けします。本日の結論です。夏エギングの鍵は、初夏は3号から 3.5 号、晩夏は 2.5 号の小型エギ、そして朝まずめの潮通しのいいポイント。イカの行動パターンに合わせてエギのサイズや操作を工夫することで、真夏でもしっかり釣果を出すことができます。本日の目次です。なぜ梅雨明けがチャンスなのか。夏のアオリイカの行動パターン。狙うべき釣り場と地形の特徴。エギのサイズ選びと操作の基本。色選びと天候、潮の関係。夏エギングの疑問点。釣れない日の対応と準備方法。それでは順に見ていきましょう。なぜ梅雨明けがチャンスなのか。梅雨明けとは、気象庁の定義では、太平洋高気圧が本州を覆い、晴れの日が続く見込みになった時に発表される気象現象です。この時期は気圧配置が安定し、風も弱まり、日照が増え、水温が上昇していきます。実際の釣りにおいては、この安定した気象条件が非常に重要です。梅雨の間に濁っていた海も少しずつ澄んできます。海中の降量も増し、イカにとって餌を探しやすい環境が整います。それと同時に釣り人側も潮の流れやベイトの動きが読みやすくなり、狙いが立てやすくなります。つまり梅雨明けはイカの動きも読みやすくなる、釣りやすくなるという絶好のチャンスなのです。夏のアオリイカの行動パターン。夏のアオリイカは大きく2つのグループに分けられます。一つは春に産卵を終えた親イカたち。徐々に水温の低い深場へと移動していきます。もう一つが春から初夏にかけて孵化した新子と呼ばれる若い個体たちです。この新子たちは浅場の藻場や岩礁帯、砂地など様々な場所で活発に動き回ります。体が小さい分、警戒心もそれほど強くなく、エギにも素直に反応することが多いのです。特に朝まずめや夕まずめ、そして常夜灯火など光の変化があるタイミングで一気に活性が上がります。この行動パターンを理解することが夏のエギング攻略の第一歩となります。狙うべき釣り場と地形の特徴。夏エギングで狙うべき釣り場は大きく3つに分けられます。潮通しのいい外洋堤防や磯場。このエリアは外海からの新鮮な潮が流れ込むため、酸素量が豊富で、イカの活性も高くなります。海の色が透き通っているような場所では、イカがエギに反応する様子が目視できることもあります。常夜灯のある港内。夜釣りや曇天時には、明かりに集まる小魚を狙ってイカが集まってきます。新子も光に反応するため、夜間でもチャンスは十分にあります。サーフやテトラ帯。水深が浅いため警戒されがちですが、実は新子が最もつきやすい場所です。特に干満差を利用して動きのある時間帯に狙うのが効果的です。エギのサイズ選びと操作の基本。エギサイズの選び方は夏エギングにおいて最重要ポイントの一つです。初夏、梅雨明け後。この時期は春の生き残りの中型イカもまだ浅場にいるため、3号から 3.5 号のエギが基本になります。潮の流れがある場所では大きめのエギでしっかりアピールすることで抱かせやすくなります。晩夏、お盆以降、イカのサイズが小さくなっていくにつれ、2.5 号の小型エギに切り替えましょう。特に警戒心が強まる時期には小型、軽量のエギをスローに動かすことでバイトチャンスが増えます。しゃくりのテンポも重要です。2回から3回の小刻みなしゃくり、2秒のステイ、フォール、
この繰り返しが夏の新子には非常に効果的です。色選びと天候、潮の関係。エギのカラーは天候や水質、香料によって選び方が変わります。晴天時、ケイムラ系、ナチュラルベイトカラー、味カラーやクリアボディが効果的です。海が明るいため、透け感のあるカラーが違和感なく馴染みます。曇天、朝、夕、まずめ、オレンジ系やピンク系が視野性も高くアピール力に優れます。濁り塩、赤テープや黒系、金テープなど強めのシルエットで存在感を出すことが大切です。カラーを数本持つのではなく、状況で使い分ける意識を持つことで釣果は大きく変わります。夏エギングの疑問点。夏は水温が高すぎてイカがいないのでは。確かに真っ昼間は活性が落ちますが、朝、夕、夜は活性が高くなります。特に新子は水温20度から25度を好むため、梅雨明けから夏の初期はベストシーズンとも言えます。春用の 3.5 号のエギしか持っていないけど大丈夫？使えないことはありませんが、反応が鈍くなることもあります。特に晩夏は 2.5 号の小型エギを使った方がより繊細なアプローチが可能です。夏はエギングオフシーズンでは、実は違います。新子が釣れる夏はテクニカルな面もあり、経験値を積むにはうってつけのシーズンです。釣れない日の対応と準備方法。潮見表と地図を確認。釣りに行く前に潮位と釣り場の地形を確認しましょう。朝まずめの満潮前後を狙うのがベストです。兆候の分析。兆候の結果やエギの動き、天候や潮などの情報を記録したり振り返ることで、次の釣りが格段にレベルアップします。道具のメンテナンス。いざという時のトラブル回避のために、エギやロッド、リール、ラインなどをチェックしておきましょう。いかがだったでしょうか？本日は夏エギングについて解説してきました。夏はオフシーズンと思われがちですが、実はイカの成長や環境の変化を読み解く絶好のチャンスです。エギのサイズ、カラー、操作、時間帯、場所、すべてを組み合わせて知識で差をつけていきましょう。釣りって学べるでは、これからも釣りから学べる情報などをお届けします。ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメントでの夏イカ体験談などお寄せください。授業のリクエストなどもございましたら教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。